こんにちは、みすずです。今日は蒸し豚で作る角煮カレーをご紹介します。昨日の動画でご紹介した豚バラ塊の蒸し豚、こちらを使ったルー不使用のスパイスカレーです。材料はこちら。自家製カレー粉の作り方動画は過去動画にあるので概要欄にリンク貼っておきます。あと蒸し豚はこちらですね。昨日の動画でご紹介した豚バラ塊を塩豚にしてただ蒸していくだけのものになります。こちらを使っていきます。では玉ねぎを切りましょう。玉ねぎは1個、芯を取ってみじん切りにします。無水カレーにしてもいいのですが、今回は玉ねぎしっかり炒めて飴色にして煮込んでいきます。にんにく、生姜ですね。にんにくはちょっと大きかったので1かけ使っています。皮を剥いて芯を取ってみじん切りにしましょう。生姜も同じようにみじん切りにします。指先大ぐらいの生姜を使っています。にんにく、生姜の量はお好みで調節してあげてください。ではまず蒸し豚を焼きましょう。この工程はやらなくてもいいです。豚バラを蒸し豚にした時に結構油は蒸し汁に落ちてるんですけれども、それでもまだまだオイリーなので、私は焼いて油を出して食べるのが好きです。あと焼くことによって周りが香ばしくなるので、それで焼いていますが、焼かずに出来上がったカレーの最後に蒸し豚を加えて煮込むっていうだけでももちろん OK なので、お好きな方法でやってあげてください。油が気になる方はこう焼いてもらうとたくさん出てくるので、油吐きすることができますよ。全面にしっかりと焼き色をつけたいので、向きを変えたりこう立てたりしながら全ての面にこんがり焼き色をつけてください。全部焼けたら取り出します。油がすごいいっぱい出てますよね。この油を破棄したいので一旦お肉は避けましょう。こんな感じで美味しそうに焼けています。さて残った油ですが結構量があるので器か何かに取り出しましょう。今回は破棄しますが、これをラードとして炒め物や焼き物に使用してもらっても OK です。その場合は冷蔵庫に保存して早めに使い切ってあげてください。空いたお鍋にスパイスを入れます。クローブとローリエ、それからカルダモン、あと油がちょっと足りないので植物オイルを足しています。ここに玉ねぎを加えて中火で炒めていきましょう。火が弱いと飴色にするのに時間がかかるので、ちょっと気持ち強めの火で炒めてあげてください。ずっと混ぜてるとお鍋の中の温度が下がるので、混ぜたらちょっと広げてしばらく放置してっていうのを繰り返します。全体に油が回って玉ねぎがしんなりしたらにんにく、生姜を加えます。もし焦げ付きそうになったらこのようにお水を足してこびりつきをこそげ取りつつ炒めてください。このお水は分量外の水です。これを繰り返していきます。玉ねぎを炒めている時間は結構長いので、その間にトマトを切りましょう。トマト今回は皮付きのまま刻んでますが、丁寧に作るんだったら剥いてあげた方が綺麗な仕上がりになります。その場合はお尻に十字の切り込み入れてお湯にドボンと入れてくぐらせて、すぐ水に取って指で剥いてあげてください。角切りしておきます。さて玉ねぎの鍋に戻りましょう。こんな感じで茶色くなったら先ほど取り出したお肉を戻します。ざっと炒め合わせて、あとはトマトを加えて煮込んでいきます。全体をざっと混ぜたら蓋をしましょう。しばらく見ていてもらって蒸気が上がってきたら弱火にします。このまま30分ほどトマトが煮崩れてジュース状になってしっかりと水分が出てくるまで煮込みます。これは無水調理ができるお鍋なので30分煮込んでますが、フライパンや土鍋など無水調理できない鍋の場合は5分から10分ほど煮込んで、あとはお水を足してあげてください。ここにカレー粉とお塩を加えます。ざっと混ぜてカレー粉を溶かしましょう。このままだとちょっと水分が足りないので、ここにお水を加えていきます。このお水は今回はただの水を入れていますが、豚バラを蒸した時の蒸し汁など使ってもらってもいいですよ。この状態でしばらく煮込みます。蓋をして少し水分が飛んでとろっとするまでだいたい10分ほど煮込んでいきます。こんな感じですね。最後に味を見て足りなければ塩やカレー粉を足してあげてください。
またここでヨーグルトや生クリームを 100cc ほど加えるとまろやかでほんのりミルキーな甘みのあるカレーになりますよ。器に盛りましょう。豚バラ塊がゴロゴロ入ったカレーになります。付け合わせは水菜と焼いたかぼちゃ、ナス、ヤングコーン、あとオクラとプチトマトを添えています。パセリのみじん切りを散らして胡椒をガリガリ、あと飾りで適当に生クリームを垂らします。これで完成です。最後まで見てくださりありがとうございました。豚バラがゴロゴロ入った角煮カレーです。生の豚バラ塊から作ろうと思うとちょっと時間がかかりますが、蒸し豚を作ったその残りを再利用してあげると結構手軽に作ることができますよ。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。